皆さんこんにちは。こちらはアレシスモニター1マーク2です。発売は2011年。当時の実売価格はペアで26,000円前後でした。プロのスタジオやホームスタジオで幅広く使われたモデルです。フラットな特性でミックスの再現性が高く、コストパフォーマンスに優れるという評判でした。今回はこのモデルの性能を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。ポリプロピレンコーンを使った2ウェイのシステムです。周波数特性はモニタースピーカーらしいスペックです。能率は後継に対して標準的な値です。クロスオーバー周波数が若干高めです。16センチ口径のリミットは 1.6kHz です。これ以下でつながないと指向性に不連続ができる場合があります。これは測定で明らかにしていきます。これと類似のモデルに次がありました。初代のモニター1は90年代に登場しています。あまり売られていなかったようで、情報がありません。マーク2はこの改良版です。周波数レンジを拡張して、防磁対策が施されています。今回ご紹介するのは2011年に登場したマーク2です。このスピーカーは中古でしたので状態を確認します。無駄な造形が全くありません。無個性で存在感がないデザインです。ウーファーのエッジはゴムでできています。実質的な口径は14センチです。ツイーターの振動板はソフトドームです。バナナに対応したスピーカー端子がついています。バスレフポートの口径は6センチです。中身を見ていきます。ボイスコイルの上端がマグネットからだいぶ離れています。ロングストロークに対応した設計のようです。バスレフポートを途中で折り曲げて、先端が斜めにカットされています。ネットワークはウーファー、ツイーターともにオクターブ 12dB のようです。素子の数からするとインピダンスの補正回路が入っているようです。汚れがひどいので全体を丸洗いします。
洗浄が終わりましたので測定します。それでは測定結果を見ていきます。まずは正面の周波数特性です。カタログスペックの性能が出ていません。低域の再生限界は 60Hz です。これは16センチ口径の普通の性能です。モニタースピーカーの理想はフラットですが、このモデルはクロスオーバー付近に谷があります。これによって若干色付けされた音になっています。こちらは指向性です。角度による音の変化が少ない結果ですが、クロスオーバー付近の特性が乱れています。これは指向性の不連続が原因です。こちらはインピダンス特性です。補正回路が効いて平坦な形をしています。代表値もカタログスペックの4オームとほとんど同じです。バスレフの共振周波数は 47Hz のようです。ここは特に問題ありません。こちらは抵抗負荷で測定したクロスオーバーネットワークの特性です。ウーファーもツイーターもオクターブ 12dB の素直な特性です。歪みを見ていきます。驚くべき性能です。40Hz 付近まで低音の歪みが上昇しません。普通はこんな風に 100Hz 付近から歪みが増えていって、40Hz 付近でまともな音は出ません。低音の歪みが少ないのはウーファーのストロークに余裕があるためでしょう。これは25センチクラスと同等以上の性能です。このスピーカーの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。一番の原音は再生に使った音楽データそのものです。YouTube の配信では CD 並みの音質です。2番は空気録音です。プロのスタジオで評価された音はどんな音だったか。それではお聞きください。
古いピアノにもたれて歌ったね。知ってる？まだ君のことまだ知らないのに、なぜか懐かしくて Friend 木漏れ日も一緒に Friend クスクス笑ってるよ。低音が歪まないスピーカーです。このおかげで大音量を低歪みで再生できます。いくら高音質でも小音量限定では魅力半減です。大音量でも音質が変わらない性能はスピーカーの価値の一つです。このスピーカーの実売価格はペアで26,000円でしたが、性能のいいスピーカーを作るために大してコストがかからないことをこのスピーカーが示しています。スタジオモニターとして評価されたのは、安くて性能が良くて目立たない外観が評価されたのでしょう。これはホームユースにも向いた特性です。個性がなく目立たない外観はスピーカーの存在を意識させません。ピュアオーディオに限らず BGM や AV など幅広い用途に使えるスピーカーです。ご視聴ありがとうございました。